はいどうも、ご安全に青函溶接職人かじチャンネルのかじです。今回は筒の歪みを直してみたと題しまして、筒の歪みを直す一例を紹介します。あくまで一例です。直感的に使える方法だと思いますので参考にしてみてくださいね。合わせて私が筒を製作するときに心がけていることも紹介していますので、最後まで視聴してみてください。そしてこの動画を見つけてくれてありがとうございます。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応が私のモチベーションです。質問、感想何でもいいのでコメントいただければ幸せます。それでは早速行ってみよう。コニカルを単品で制作した後、歪みを直す機会があったので、その時撮影した写真や動画を使って私なりの筒型の品物の歪んだ円を直す方法と、筒を製作する時の注意点を紹介しようと思います。今回制作したコニカルは大体ですがこのような形です。2つ割りで曲げ加工されたものが納品されています。板厚は 9mm、寸法はうる覚えで正確には分かりませんが、高さが 1000mm、 大きい方の直径が 800mm、 小さい方の直径が 500mm っていうところでしょう。納品された時点で外に焼いた跡がありましたが、曲げすぎたところを熱を入れて修正されたのだと思います。曲げもまあまあでしたし、今回制作するものは精度もそこまで厳しいものではありませんでしたが、いい機会だと思って歪みを直して写真や動画を撮りました。あくまでも一例として参考にしてもらえればと思います。一般的に筒は単面にフランジや鏡板などがつくことが多いので、単品ではそこまで精度がいらないものもたくさんあります。大きめのタンクの側板などもそこまで精度は求められないと思います。しかし内面を機械加工しなければならないものなどは、切削後の板厚に最低何ミリ以上のような縛りがありますので、たとえ削り代が多かったとしても削れる範囲は決まってきます。なのである程度の精度でまん丸な品物を製作する必要が出てきます。私の経験上では削り代は 3mm の場合が多かったように思います。こういった場合の私の考え方は、長手の溶接線が1本2本にかかわらず、仮付け溶接する前にほぼ正確なまん丸にすることだと思っています。長手の単面がフリーの状態で歪みを直す方が楽だからです。特に曲がりが足らない場合は丸にしてからだとなかなか曲がらず大変なので、しっかり曲がった状態にしておくことが重要だと思います。特に3本ローラーで巻いた品物は鼻曲げの終わり付近が曲がっていないので注意が必要です。これはナンバー20、21の動画、3本ローラーで板を曲げるコツで紹介していますので、興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので視聴してみてください。ほぼまん丸な状態で仮付けができれば溶接します。そこで歪みが発生した場合は溶接線が原因で歪んだことが明らかなので、その部分だけ修正すれば溶接前のまん丸の状態に戻るはずです。もちろん溶接する際になるべく歪みが出ないように工夫することもとても大事なことだと思います。溶接線は2本で、櫂先形状は X 櫂先です。最初に内側を半自動で溶接し、溶接の歪みを確認して外側も半自動で溶接しました。筒などの長手の溶接は私は基本的に内側から溶接します。ナンバー46の動画、なぜそんな形に歪んでいるのかを知ろうの中でも紹介していますが、筒の長手を溶接するとどうしても歪んでしまいます。フランジなどで拘束できるならいいのですが、今回の品物はそういうものがなかったので拘束などはせずに溶接しています。
溶接が終わるとたまたまですが溶接線付近の歪みはほとんどなかったので直す必要がありませんでした。そういうこともたまにはあります。もし溶接線が歪んでいたとしても直し方はだいたい同じです。ただしビードはすでに熱により縮んでいるので熱をかけても縮みにくいです。焼くときはビードの横を焼くようにしましょう。シューの直径を確認したところ、短いところと長いところの差が5ミリくらいありました。このくらいの誤差は許容範囲だと思いましたが、仕事も混んでなかったのでしっかり歪みを直して動画を撮ってみました。直径の長い部分を確認すると、修正された周りに局部的な感じで R が小さい部分が確認できましたので、そこの R を伸ばすように焼いていきます。円の小さい側と大きい側は別物として半分ずつ直していきます。まずは大きい側の歪みを直します。炙る前は型を当てるとこのくらい曲がりすぎています。厚めの板を万力で挟んで力をかけ、上半分くらいの範囲を強い火力で色のつく程度に焼いていきます。この動画では万力で挟んだ位置を焼いていますが、焼く位置より少しずらして万力で挟んでもいいと思います。ある程度冷めたら万力を外してみます。確認するといい感じになっています。次にひっくり返して小さい側を同じように直します。こちらも直す前はこのぐらい曲がりすぎています。先ほどと同じように厚めの板を万力で挟んで力をかけ、上半分くらいの範囲を強い火力で色のつく程度に、今度は万力の両側を中央から端部に向かって炙ります。この時は曲がりすぎなところが広い範囲だったので、万力の両側2箇所を焼いています。炙るイメージですが、表側はしっかり焼きますが、裏側に熱が届かないように焼くイメージです。SS の場合は強めに焼かないと曲がってはくれません。今焼いている部分以外は納品時には焼かれていた部分です。焼き方がまっすぐでないのが気になりますが、しょうがないです。ある程度冷ましてから万力を外し確認するといい感じに直っていました。筒の歪みを直す場合は、全体的な歪みなのか局部的な歪みなのかを判断して直した方がいいように思います。全体的な歪みは仮付け前に直しておきたいところですが、やむを得ず全体的な曲がりを直す場合は、写真のようにレバーブロックで引っ張って力をかけてみて、直ればそれでよし。直らない場合はジャッキで突っ張って力をかけ、直ればそれでよし。それでも直らなければレバーブロックの水線方向の内側を焼いてみるとか、ジャッキの水線方向の外側を焼いて修正します。全体的な歪みの場合は、ここを焼くという場所が特定しづらいので、機械的に直す方がいいように思います。熱を加えて直す場合は局部的な修正になるので、なだらかな曲がりの修正には向いていないように感じます。歪みの取り方は千差万別で、板圧や材質、製作する人によって焼き方、考え方が変わってきます。皆さんは筒が歪んだ時はどのように直していますか？よかったらコメントで教えてくださいね。今回の動画も一例として参考にしてもらえればと思います。はい、どうでしたか？筒を焼いて直すパターンは一つではありません。そこが歪みを直す場合の難しいところで、その時の状況に合った直し方があるはずです。結局は経験がものを言う感じになっちゃいますね。今回は数あるパターンの一つを紹介しました。直感的に分かりやすく使えるパターンなので参考にしてみてくださいね。はい、
質問感想等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんご安全に。